はい、皆さんおはようございます。昨夜の電気の使用量は 12V が約 10%、48V が約 18% の使用になっております。そしてですね、水の方の使用量はホワイトタンクの方が残り 41%、グレータンクの方がだいぶ溜まってきました。半分ぐらいまで来てますね。はい、本日の朝ごはん、目玉焼き、フルーツサンド、ヨーグルト、バナナ、コーヒー、そしてこんな景色の中で食べてます。昨日渡ってきた橋も見えてます。それではいただきます。こう橋も見えるよ。渡ってきた橋、扇風機回ってるし。おー、見えてきましたね。世界の果てを思わせる白亜の灯台。なんで大映えなんや。いや、カタカナで書いてあったらフライのハエかと思っちゃいますよね。この映えという漢字は九州地方の言葉で、岩礁や瀬、海の中の岩を意味する言葉で地名によく使われるそうです。この漢字、東洋漢字でも常用漢字でもないので、入力しても出てこないのでカタカナで書いてあるようですね。これ灯台に登れんの？おー、すげえ。うわー、すっごい。この景色見てくださいよ。もうやばい景色ですよね。360度全部海と水平線と空ですよ。もう日本におること忘れちゃいそうなぐらいスケールでっかいっすね。360度、すごい景色やね。絶景です。へえ、日本では珍しい台湾ツバメシジミが生息する非常に貴重な場所として知られてるそうですよ。ここは台湾ツバメシジミって鳥ですか貝ですかって感じですけど、蝶だそうです。なんて名前をつけてんねんって感じですよね。この台湾ツバメシジミの幼虫はハマボッスという特定の植物しか食べないそうで、このハマボッスが群生している海岸がここなんだそうですよ。そしてこの成虫の蝶が見られる時期は6月の下旬から10月頃までとなってるそうです。天気のいい日にハマボッスなどの低い草花の上をひらひらと飛んでるそうです。そして灯台のすぐ横にあったこの施設は波浪系だそうです。波は海岸に近づくと海底の地形や沿岸の構造物、防波堤などの影響で形や高さが変わってしまいます。それでは正確なデータが取れません。大映え灯台のあるこの場所は東シナ海の外洋に直接面しており、陸地の影響が極めて少ない観測には絶好のロケーションなんです。この崖の先端だからこそ沖合の生の波の情報を正確に捉えることができるそうです。皆さんは地球深部探査船地球号ってご存知ですか？灯台からの帰り道、地球号が佐世保のドックに入っているという話をしながら車を走らせていました。私の勘違いだったのですが、国際 NGO の世界一周クルーズ船、その名前も地球号だったよねっていう話をしたところ、妻はそんな名前じゃなかったって言うんですね。
調べてみたところ、ピースボートに地球号という名前はなく、現在のピースボートはパシフィックワールド号という名前でした。ここからの話がすごく驚きなんですが、新型コロナウイルスの影響で世界のクルーズ業界は大きな打撃を受け、多くの船が運航を休止していました。世界クルーズ船であるパシフィックワールド号も運航再開を待つ間、比較的波が穏やかで錨を下ろして停泊するのに最適だった五島灘、この息月島沖の海域で待機していました。当時は他にも複数の大型客船がこの周辺で待機していました。2023年1月18日、強力な冬型の気圧配置による好転、強風と高波が原因で強い風にあおられて錨が海底から外れてしまい、船が流される操病という状態になってしまいました。パシフィックワールド号は息月島の立浦漁港の沖の水深の浅い場所に乗り上げて座礁してしまいました。事故当時、船は無人だったため怪我人もなく、燃料の流出といった大きな環境被害は発生しませんでした。2023年1月25日、座礁から1週間後に無事に船は離礁に成功しました。そしてパシフィックワールド号は現在完全に航海に復帰し、ピースボートの世界一周クルーズとして元気に世界中の海を航行しているそうです。たまたま勘違いから出てきたパシフィックワールド号、この息月島と深い関係があったんですね。というような話をしながら、車は再び息月島大橋を渡って平戸島に戻ってきました。このね、大前灯台なんですけども、昨夜車中泊した道の駅生月島大橋、同じくここで車中泊されていた方に、とっても素敵な灯台なのでぜひ行ってみてくださいということで教えてもらったんですね。その上差し入れまでいただきました。本当にありがとうございます。こんな360度展望の灯台ってなかなかないですよね。ほんと素敵な灯台でした。皆さんも機会があればぜひ行ってみてください。平戸島を出る前にやってきたのは平戸物産館。この平戸にはカスドースという知る人ぞ知る銘菓があるそうです。そのカスドースは黄金色の輝きと濃厚な甘さからお菓子の王様とも呼ばれる非常に歴史と格式のあるお菓子だそうです。このカスドースとはカステラを卵黄に浸して煮立てた糖蜜で揚げ煮にしたお菓子です。名前の由来もカステラプラスドース。ドースはポルトガル語で甘いという意味だそうで、つまり甘いカステラという意味ですね。卵と砂糖からできているカステラの上にさらに卵と砂糖ってどういうこと？まるで握り寿司をおかずに白飯を食べる、そんな感覚ですよね。これは一度試してみるしかないなということで買ってみました。見てください、この黄金のような輝き、ずっしりとした重み、表面にキラキラと光るザラメ。藩主だけが味わうことを許された400年の歴史。いただきます。口に入れた瞬間、まずザラメのシャリッとした食感、その後じわっと濃厚な甘さが一気に広がります。糖蜜が旬だ生地はしっとりを通り越してもはやとろりとしている。そして何よりこの香り、卵黄のものすごく豊かでまろやかなコクが口いっぱいに広がって鼻に抜けていきます。この一切れにとてつもない手間と歴史が凝縮されているのが舌を通して伝わってきます。これは絶対にエスプレッソが必要ですね。僕にはこれはちょっと甘すぎました。はい、平戸島を脱出します。島脱出です。平戸大橋。
はい、続いてやってきたのは有田陶磁美術館。佐賀県登録博物館第1号として1954年に開館したそうです。建物は1874年に建てられた焼き物倉庫を利用したもので、外観は石造りで内部は木造の2階建てです。建物自体も有田内山重要伝統的建造物群の一つに指定されています。開館当時、世界に3つしかない焼き物専門の美術館ということで、県内外からたくさんの来館者を迎えました。入場料は大人120円、高校生以下が無料になっています。また館内は動画撮影と写真の SNS への投稿は NG ということでした。この有田町に来るとあちらこちらにドンバイウェイという塀を見ることができます。ドンバイウェイとは佐賀県有田町の特に内山地区や泉山地区など古い町並みが残るエリアに見られる窯業ならではの廃材を利用して築かれた塀のことです。有田焼の産地として歴史がそのまま壁になったような独特の景観を生み出しています。登り窯のレンガのことを有田の方言でドンバイと呼びます。このドンバイを取材として使って築かれた塀であることからそのままドンバイウェイと呼ばれるようになりました。海上温泉、限界海上温泉バレアで車中泊で、ここは車中泊1000円でこんな駐車許可証をもらって人が駐車することができます。真横にね、RV パークもあるんですけど、ただ駐車場にコンセントがついているだけで RV パークということでしたので、普通の駐車場の車中泊ということで1000円で泊まりました。はい。このね、もろこし、これは長崎県産ですかのトウモロコシをと長崎県産のソーセージを今からオーブンで焼きます。今ね250度予熱完了しました。今からこれを入れていきたいと思います。めっちゃそしたら15分スタート。はい、今焼かれております。電源 4% 減りました。晩酌の時間が始まりました。今日は有田とかね、朝は壱岐月島のサービスエリアからスタートして、何灯台でしたっけ？壱岐月島の端っこの灯台ね、結構いい灯台なんでということだったんで行ってみました。それで有田の方に行って有田焼の箸置き買いました。こんな風に使ったりこんな風に使ったりして、これ長いのを買ったのはここにお箸だけじゃなくてフォークやスプーンやナイフが置けるようにということで、こういう感じでね置ける箸置きということで、この箸置きを買ってきました。有田焼です。これね、柄は一つずつ手書きだそうです。はい、そして今日のおつまみはその昨夜泊まった壱岐月島の道の駅で出会ったヒゲロン毛の池田親父がこのおつまみ
くださったんで、今夜のおつまみとしていただいております。ありがとうございます。東京からね来られてたそうで、なんか端っこを攻めるのが好きだということで、端っこの島で出会ったというわけなんですね。はい、旅楽しんでくださいね、池叔父。いただいてます。ありがとうございます。はい、そしてもう一つのねおつまみ、だいぶできてきたんじゃないでしょうか。長崎県産のトウモロコシ、今オーブンで焼いております。それとその横にはね長崎県産のソーセージ焼いております。おー、ソーセージもコーンもいい色になっております。おー、いい感じやねこれ。ちょっと醤油かけますか。醤油ちょっとかけたんやけど、まだかけが足らんと思うんで。おー、十分言ってますよ。おー、こんな感じでどうでしょうね。うまそうね、これ何の皿にのせんの。これそうだね。このままでいいよね、こんな感じでどうでしょう。はい、そしたら行きましょうか。これもね、こういうこと。なるほど。初めて使ったナイフ、これコーンを切るのにはちょっと。でも切れた。すごい。一応ね、このナイフはギザギザのついたナイフと、ついてないナイフと種類があるんですよ。このカトラリーはどここのカトラリーはね、燕三条18/8ステンレスの本物です。切れ味が抜群ですね。切れ味いいですね、ここのね、これギザギザのついてるのとついてないのとあるんですよ。でついた方を選びまして、いろいろ切れるように。はい、今度は今日は割り箸ですけど、ちょっと韓国箸の丸いやつしかないので、今日は四角い割り箸を使ってみました。箸置きにね転がらずに置くために今日はこの箸です。はい、そしたらいただきます。ソーセージ、これわさびかなんかつけたらうまい。辛いと思う。あ、そんな感じや。あ、うまっ。長崎県産ソーセージ。あ、辛うま。うまい。なかなかいい焼け具合でした。そして池叔父にいただいたホタテもうまいよこれ。ホタテうまっ。ホタテなんかなかなかね自分で買わへんもんね。最高。
酒のあてには最高ですね。はい、これもいった方がいい？コーン甘いかな。甘っ、めっちゃ甘い。ちょっとかぶりつくのもあれやけど、かぶりついた方がいいかな。うまっ、熱っ、めっちゃうまい。甘い、なかなか長崎県産トウモロコシいけてますね。はい。はい、おはようございます。昨夜はオーブンを使って調理をしたんですけども、48V の方は 22% の消費、12V の方は 10% の消費でした。水の方がだいぶ減ってきましたね。ホワイトタンクの方が約3分の1、グレータンクの方がもう 87% になっちゃいました。はい、本日の朝ごはんです。ヨーグルト、それからパン、目玉焼き、ソーセージ、バナナ、コーヒーですね。今日はね、排水タンクの方がもう満タンなので、100%もうほぼフルですね。排水タンクが満タンなんで、紙皿、プラスチックのカップに入れてみました。コーヒーカップだけはねなかったんで、そのやつ使いましたけど、いやほんとね、 RV パークとかキャンプ場ね、ダンプステーションがないんですよね。なんかどことも電気しかないというところが、この車は電気が有り余るほどあるんで、売るほどあるんで、電気は必要ないんですよね。ほんとね、長旅に出ると排水が困りますよね。給水はまだね、ガソリンスタンドとか頼めるところはあるんですけども、排水がほんとないですね。いや RV パークって電気よりも排水の方が必要なんじゃないかと思いますけど、皆さん RV パークを作る際はね、その辺考えてね、キャンピングカーのことを考えて作ってほしいと思いますね。それでは朝ごはん、今日は紙皿ですけども、紙皿で割り箸、はい、こんな感じでいただきたいと思います。朝ごはんを食べたら出発したいと思うんですが、旅の続きは次の動画をお楽しみに。今回はこの辺で。今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方では、バスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方は、ぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。